はーい。すみません。調子に乗っておしゃれ風映像もどきを作ってしまいました。全然面白くないやん。今回は底面フィルターで作る水草水槽をご紹介します。底面フィルターは底床全部がろ過層になるので最強と言われてますし、設置するスペースも最小限で済みますので、かなりおすすめのフィルターです。ただその一方で底床内を水が循環するため、ソイルの栄養をまき散らすことになり、栄養系ソイルとの相性は悪いと言われています。メリットもデメリットもあるわけですが、どこまでできるのかチャレンジしますので、どうぞお付き合いください。ありがとうございます。いまちです。以前、アクアショップ JB さんの闇ガチャで水槽が当たったと動画で紹介しました。この水槽がまさにそれなわけですが、今回は埼玉から長野まで運んできたこの水槽を立ち上げていきます。今回の底面フィルターは、広瀬ペットから出ているブルカミアブランド、アクアプランツソイルとセットになっていたものを使っています。ブルカミアは水替えのいらないソイルという画期的な商品で、超多孔質なソイルを底面フィルターと合わせて使うことでめちゃくちゃすごいろ過能力を発揮するというものです。その中でも、アクアプランツは水草育成用に作られていて、メーカー曰く栄養系と吸着系のハイブリッドソイルということらしいです。うまく使えれば、水替えのいらない水草レイアウト水槽を作ることができるはずです。ブルカミアは水槽に入れるとき、傾斜をつけず真っ平らにするのがベストらしいです。けれど今回は水草レイアウトということを考慮し、少し傾斜をつけちゃうことにしました。ダメやん。ということで、付属していたポンプのストレーナーがちょっと短い気がするので、別でパイプを買ってきて調整します。何これ。ねえ、何やってんの？この件はなかったことにします。はーい。終わったわ。立ち上げから4日目、めちゃくちゃ油膜が張ってきました。実は先日の動画で紹介した赤玉ちゃんも同じソイルで立ち上げていて、油膜の話は聞いていたのでうちにも来たかという感じでした。立ち上げて 2,3 週間安定しなくて油膜が鬼のようにするんですよ。で油膜に悩まされて、でじゃあ水面揺らそうと思って水中ポンプを反対側にしたんですよ。これ普通はこっちなんだけど、この吸う方が下なんだけど。ということで油膜を対処していきます。バクテリアがしっかり醸成されていないから油膜が出るんじゃないかと思い、まずは僕が絶対的信頼感を持って購入しているワンダーバイオを入れます。
当然粉雪が降ったようになっちゃいますが問題ありません。そしてこの粉を魚が食べちゃっても特に問題ないみたいです。ワンダーバイオは4日か5日くらい毎日投与すればいいということなので、しばらく続けようと思います。ちなみにちゃっかり魚が入っていますが、ブルカミアを使うと注水してポンプを回し始めてから12時間で魚が入れられる水になります。この子たちは注水から丸2日経った時にお迎えしました。油膜対策の話に戻りますが、夜間だけエアレーションをすることにしました。他の水槽から分岐させているため、エアーがめちゃくちゃ弱いんですが、果たして意味があるんでしょうか。いきなり綺麗になりました。激弱のエアレーションが効いたのか、ワンダーバイオが効いたのか、ソイルの能力によるものなのか分かりません。こんなに早く効果が出るとは思っていなかったので、Amazon でポンプを買ってました。名前からしてこのポンプが一番気になるのですが、思いのほか能力が高いやつだったので今回は使えません。また気が向いたら単独で動画にしようかなと思います。油膜対策じゃなくなっちゃいましたが、せっかくなので今回は神畑のリオプラス50を使います。エアレーションも出るようにしたので夜間だけポンプとエアレーションを噴射する感じにしようと思います。水流は多分通常より強いと思うんですけど、止水域を作るくらいなら水は強い方がいいんじゃないかと思ってみたのと、ヒレが長い系の魚を入れてるわけでもないので、一旦これで様子見しようと思います。そして立ち上げから1週間が経過したところで液体肥料の添加を始めました。アクアプランツには栄養が入っているとのことですが、底面フィルターを使う前提のソイルなので、きっとそこまで多くの栄養は入っていないはずです。なのでなるべく早いうちに液体肥料で栄養を補っていきます。ちょっと話は変わりますが、この水槽の立ち上げは家族が帰省している間にひっそりと行っていました。なので、家族からすれば帰省から戻ると急に 60cm 水槽が増えているわけで、どんな反応をするのか気になります。ちなみに僕は過去にも何度か家族の反応を楽しむ動画を出していますが、さすがに初期に比べて水槽が増えすぎているので、過去最高にブチギレられるかもしれません。今回は妻が帰ってくる時に居合わせるのが怖かったので、カメラとマイクを仕掛けて外に逃げていました。お部屋きれい。ほんと？父ちゃん綺麗してくれたんだ。ほんとだね。すごい綺麗だね。これで安心な遊べるね。そうだね。なんでこんなになってるの？でかいやつになってる。ほんとだね。おいおいおいだね。大きいのに変えたの、父ちゃん。ねえ、ほんとだよ。こんなのなかったよね。すっげえでかいの変わってるじゃん。大きいのに変わったんだ。うわ、なんか変な草とかあるし。あんなとこかかってなかったよね、あんな草。うん。きれい。綺麗？全く取れ高がなくてすみません。今回はこんな感じでした。立ち上げから12日くらいすると苔が生えてきました。立ち上げ初期には避けて通れないので放置でも良いかなと思ったんですが、バリスネリアを育てるのが初めてなので、苔に覆われて溶けたら嫌だなと思ったんですよね。ということで苔取り生態を入れていきます。
立ち上げから2週間、少しずつ水草は成長してきています。ちなみにここまで水替えは全くしておらず、蒸発した分を足しているだけです。様子見しながらにはなりますが、なるべく焦らず見守りながら管理しようと思っております。